メアリーズブラッドザ・ファイナルデイカウントダウントゥエボリューション YouTube でカウントダウン。こんばんは、メアリーズブラッドのマリです。今日はボリューム2ということで2012年のメアリーズブラッドから遡っていきたいと思います。第1回目に引き続き、河合さんに一緒にお話をしていただくということで、河合さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日なんですけど、私しか映ってないということで、今日からねまたこう1年ずつで、今日は2012年で、来週は2013年というふうに続くんですけども、メンバーがそれぞれ1人ずつ登場して喋りますので、今週は私がお届けしますということで、ぜひ皆さん最後まで楽しんで見ていってください。では、懐かしいライブ映像から今日はお届けしたいと思います。 DVD にもなっています。2012年の12月にオーウエストで行われたライブからミスキャリー聴いてください。さあ会場全員でよろしくがみんなで準備ください。ジャンプ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  OK ミスキャリージャンプジャンプはい、ということで河合です。現メンバーでスタートしたのが2012年ということですが、当時は結構いかつかったですよね。
いかつかったですかね。そんなつもりは全然ないんですけれども、なんかみんな頭大きいなみたいな、なんかあとメイク濃くてみんな可愛いなって思って、私は今可愛いけど濃いって感じ、ね、そうですね。だけど当時はみんなライダースを着てライブをやってて、めちゃめちゃ暑かったんですよ。もう1曲目から汗だくみたいな感じだったんですけど、当時懐かしいなと思って今日はライダースを当時のやつではないんですけどライダースで登場してみました。2012年よりも前の話。バンドとしては2009年からスタートしたわけですね。2009年の12月に、愛ちゃんと私を中心にスタートして5人組で、やり始めたんですけど、その当時やり始めた時のメンバーで約2年間ぐらい活動するんですけど、その中で、シングルを2枚と、ミニアルバムを1枚リリースしたりしてライブもたくさんやったりして活動をしていくんですけども、2年間活動して2011年、2012年の頭ぐらいにメンバーの脱退とかがあったりして、2012年はりおちゃんとかさきちゃんが加入してくれて今の体制になって活動を始めるっていう感じなんですよね。はい、懐かしいグッズを今日は持ってきまして、2010年にミアリーズブラッドを開始した時に初めて作ったリストバンドがこれなんですけど、T シャツとかタオルよりもリストバンドって結構作るのがいっぱい作んなきゃいけなかったり、ハードルが高くて、で初めて自分たちでちゃんと作れたので、嬉しかった思い出なので、なんかね未だに取ってあるんですけど、はい、これねほんと50個ぐらいしか多分当時作んなかったんですけど、はい、持ってらっしゃる方もしかしたらこれを見てくださってる方の中にいるかもしれないんですけど、はい、懐かしのリストバンドです。今のメンバーになって活動をしていくのが2012年という感じですね。はい、で、2012年の11月にファーストミニアルバム「スカーレット」をリリースしますね。これです、はい、これも完全に自主制作で、やっぱりこの4人のメンバーで活動を始めるにあたって絶対に音源をまず出そうって言って流通もちゃんとさせたかったので、自主制作ではあるんですけどちゃんと普通の CD 屋さんにも置いてもらって、で配信もちゃんと iTunes でも買えるよっていう風にした本当に思い入れのある1枚です。6曲入ってるんですけど、この CD を作った時にこういう曲名が入ってるんです。この T シャツが当時作ったんですけど、曲名がちゃんと入ってて、なんかねこれも、今のメンバーになって初めてちゃんと作ったグッズの T シャツなので、めちゃめちゃ思い入れが深くて、黒と白があって愛ちゃんがデザインをしてくれた T シャツになってます。ちなみにすごいことにこれ未だに販売してますなのでぜひ持ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、懐かしの T シャツということで紹介でした。このスカーレットなんですが、現メンバーでの初めてのレコーディングということでしたが、何か思い出あります？そうですね、もうそれこそもう当時は本当にお金もなかったので、だけど音だけはいいものを取ろうと思ってちゃんとレコスタで、メンバーみんなで入って、スタッフさんとかも誰もいないので、もうメンバーと初めましてのエンジニアさんと、そもそも曲作りなんかもスタジオでああでもないこうでもないっていうのをひたすら繰り返して、でプロデューサーさんとかももちろんいないので、もう完全に、メンバープロデュースなんですけど、より自分たちの色が濃く入ったものにもなってるし、今聞いてもなんだろうな、メンバーの個性だったりなんかそういうのがいっぱい詰まって、でかつでもなんかメアリーズ・ブラッドの始めた時のこう曲調っていうのが、バックの演奏は激しくあっても歌のメロディーとかはすごく聴きやすく、皆さんにこうライブで楽しんでもらえるようにっていうのがモットーだったので、それはもう変わらずここにこう注ぎ込まれているなっていう感じですでなんかこのアルバムの中の2曲目の「バーニング・ブレイズ」っていう曲が
この動画の1個前の、動画でも流したものなんですけど、それはライブ映像だったんですけど、初めてミュージックビデオをメアリーズブラッドでちゃんと撮影したっていうのがこのバーニングブレイズのミュージックビデオなんですけど、それは、YouTube にも上がってるので、説明欄にリンクとか貼っておくので、懐かしいなという感じで見てもらえたら嬉しいなと思うんですけど、もうがむしゃらで、当時は本当にでライブとかも結構やってたんですよね。今は、ワンマンで年間でツアーをやってみたいな感じでライブの本数っていうのは少ないんですけど、今よりも対バンのイベントが多くて、ライブはやればやるほどいいって思ってたので当時なんかメンバー4人でスタートした2012年だったんで、ライブやるたんびにメンバーの演奏というかライブ感みたいなものもどんどん磨きがかかるなっていう、自分たちでも成長できてる感っていうのがすごいあったりとか、お客さんも本当に当時そんなに最初からたくさん見ていただけてたわけではないんですけど、ライブするごとにちょっとずつ応援してくれる人が増えたりとかっていうので、めちゃめちゃやりがいありましたね。なんか月に 3,4 本やってたかもしれないです。もう誘われたものはもう全部やろうみたいな、そんな気持ちでやってましたね。そもそもリオちゃん、さきちゃんを選んだっていうかね、その辺の最初の印象ってどんな感じでした？そうですね、リオちゃんとは、初めてスタジオに入った時に絶対メアリーズブラッドに入ってこのメンバーで絶対売れるぞっていう意気込みがすごくあって、もう最初一発目に会った時にもうそんな話をできてたので、迷いなくリオちゃんに加入してもらったっていう感じで、その後にさきちゃんに加入してもらうんですけど、さきちゃんとは結構私はなんかセッションとか一緒にやったりとか、それまでも交流があったりしたので、ギタリストで一緒にやりたい人誰だろうなって思った時に、やっぱりさきちゃんがいいなっていう風になって、こっちから入ってくれないかっていう風にお願いして、で一緒にスタジオに入ってくれてっていう、そこからっていう感じですかね。はい、やっぱり手応えみたいなのありました？そうですね、なんだろうな、でもやっぱりここから新しく4人でやっていくんだっていう、絶対これでもっと結果を出そうみたいな意気込みとかもあったし、それ今も変わらずなんですけど、グッズ作ってライブしてっていうのもスタッフさんがいないので、もう全部自分たちでやる中で、めちゃめちゃ物販とかもうすごい荷物を持って名古屋とか大阪とか、これを出した時になんか札幌とかでもライブさせてもらってるんですけど、本当にものすごい荷物を抱えてメンバーで公共交通機関で移動するっていうのをやってました。でもなんかそれもすごいいい思い出です。はい。僕も初めてメアリーズブラッドのライブを見たのが2012年12月の、渋谷ツタヤウエストのですね、ウーマンズパワーっていうガールズメタルバンドイベントでして、それにメアリーズブラッドが出てたんですけど、それがライブがシューティングしたのがこの DVD になったわけですね。そうですね、女の子のバンドばっかりすごくたくさん出るオーエストでのイベントっていうのは、すごい盛り上がったなっていう。そうなんですよね。女子だけのバンドっていうのはね、すごい増えてきて、でお客さんもねすごい集まるようになってきたんですよね、当時からね。そうですね、なんだろうな、女の子のバンドと一緒にやれるのすごく嬉しかったんですよ。私はなんか横のつながりというか、私も女の、ガールズバンドが自分が好きで、で自分もやりたいと思って始めたので、なんかそういうイベントに出ていけるっていうのはすごい嬉しかったですね。やっぱり何かしらでも爪痕は残したいと思ってライブはもちろんやってたんですけどね、メアリーズブラッドとして絶対印象に残ってもらわないとっていう意気込みみたいなものはありましたね。はいはい、ということで、今回の動画は2012年を振り返ってお届けしました。来週次の動画はですねボリューム3ということで、愛ちゃんが、2013年に、フォーカスしてお届けしますので、ぜひお楽しみに。愛さんありがとうございました。4月9日トゥースピットで会いましょう。